皆さんこんにちは、ひのみです。本日はですね、美容皮膚科のクリニックでヴァンパイアフェイシャルという施術を初めて受けてきましたので、そちらについてのお話をしていきたいと思います。今回はですね、初めての施術1回目ということで、まずはじめにヴァンパイアフェイシャルというのはどういう施術なのかという説明をしていきたいと思います。すでにですね、ヴァンパイアフェイシャルについてもうご存知の方であったり詳しい方っていうのがいらっしゃいましたら、こちらの説明の部分は省いてですね、治療内容ですね、実際治療した時の話の部分から見ていただければなと思っています。それでは始めていきましょう。まずはじめにですね、ヴァンパイアフェイシャルとは何かということと、ダーマペンとの違いはあるのっていう話をしていきたいと思います。ヴァンパイアフェイシャルというのは自らの血液から採取した PRP 多血小板血小という薬剤を用いてやっていく治療になります。ではその PRP というものは何かと言いますと、血液から赤血球を取り除いて濃縮した血小板濃度が高い血小のことを言います。ちょっと難しくてどういうことかなと思うんですけど、想像してほしいんですけど、例えば転んだりぶつかったりして怪我をするとするじゃないですか。その時に特に何もしなくても傷っていうのは自然に治っていきますよね。その人間が持っている自然に治す力っていうものが今回のこの PRP というものに大きく関わっているんです。なのでですね、治療する前にまずはじめに自分の血液を採取して PRP を抽出するということを行います。その自分の血液から抽出した PRP を使用してですね、気になる部分、例えば顔であったりそういった部分に使用していくことで再生する力というのを促していくことになるんです。そしてダーマペンというものはですね、微細なとっても細い針を開けていくことで肌の本来の再生能力っていうのを促す治療のことを言います。そこでダーマペンをするときにどういった薬剤をですね使用するかで施術の名前っていうのが決まってくるんです。例えばその先ほどの自分の血液から採取した PRP というものを用いてダーマペンと一緒にする施術のことをヴァンパイアフェイシャルと言いますし、マッサージピールというですねピーリング剤を用いて施術するものをベルベットスキンって言ったりですね、そういったように名前が決まっていくっていうことになります。なのでヴァンパイアフェイシャルもダーマペンを使用した施術の一つということを覚えていただきたいです。ヴァンパイアフェイシャルのメリットとしては、やはり自分の体から抽出したものを液剤として使うのでアレルギー反応が起きづらかったりですね、あとは高い効果が見込まれるというふうに言われています。デメリットとしてはやっぱり他のダーマペンの施術と比べてですね、金額っていうのがそれなりにするということではないでしょうか。ヴァンパイアフェイシャルの相場としてはだいたい8万円から12万円の間くらいではないでしょうか。あとその金額に含まれているかを確認していただきたいのが、施術をする際のですね麻酔の代金が含まれているかであったり、あとは施術が終わった後顔を冷やしたりするんですけど、その時に使用する保湿用のパックの代金が含まれているかっていうのも確認した方がいいと思います。あとですね、クリニックによっては初回限定で安くしているところってあるじゃないですか。そういった場合にはもし2回目以降との施術の内容で違いがあるのであれば、そこは確認しておいた方がいいと思います。その追加にかかる費用であったり施術の違いによっては金額がちょっと高くついてしまう場合があるので、そういった場合は注意する必要があると思います。では1回目の施術のですね内容に入る前に1回ちょっと私のこの施術直前に撮った写真っていうのを見ていただきたいと思います。
中学からずっと出続けていたニキビが原因で、もう見てわかる通り顔中にクレーター跡であったり色素沈着、肌のざらつき、そして透明感のない肌だったんですね。それで30歳を過ぎたのを皮切りにアンチエイジングも兼ねてニキビ跡の治療を開始しようと思ったのがきっかけでした。私が選んだクリニックというのがもともと他の治療でお世話になっていたクリニックであったのと、あとは早い段階でヴァンパイアフェイシャルの施術をですね導入していたので、症例実績が割とあるっていうところも基準にして選んだっていうのがあります。そのクリニックでは、施術に使う PRP をですね抽出するための血液採取っていうのが施術当日と別日に行われていたので、あらかじめ血液採取をして施術当日に挑んだという形になります。おそらくクリニックによっては施術と同じ日に血液採取をして PRP を作成するっていうところも多いかと思います。そして施術の当日には先生にまず肌の状態を見てもらったり、針の長さをそこで決めたりをして、そして洗顔をしてですね、いよいよ麻酔を顔に塗っていくっていう段階に入ります。そして麻酔を塗り始めてからすぐにですね、もう顔中がピリピリし始めてちょっと不安になったので、それをちょっと看護師さんに確認はしたものの特に問題なかったということだったので、そのまま30分時間を置いて麻酔が効くのを待った感じです。多分麻酔結構冷たいので、冬とかに施術すると結構冷たくてひんやりすると思います。今回初めてのダーマペンということなので、初回は針を短めに設定して様子を見るということになります。顔全体針の長さは 0.5mm に設定して、クレーター跡であったり気になる箇所に関しては 1.0mm で調整して行いました。施術自体は顔を4分割ぐらいにしてですね進めていくというような感じでした。例えばこの右頬で、次に左頬で、次におでこ、最後にこの鼻下から顎までといった感じです。ダーマペンを当てている時の痛みに関してはやっぱり針の設定が短かったからか、ほとんど痛みっていうものは感じなかったです。ただ全体的に針を当て終わった後にですね、クレーター跡であったりとか気になる部分を最後に重点的に当ててもらうんですけど、その時はやっぱちょっと終盤の方だったので麻酔が切れかかっていたのからか少しだけ痛みは感じました。私が気になってる部分っていうのが、そのクレーター跡が集中してるこのこめかみ部分と左頬であったので、そこは比較的皮が厚いっていうのもあるので、そういった意味では痛みが感じづらかったっていうのもあったかもしれません。ダーマペンを当ててる時間自体っていうのは、正確に測っていたわけではないんですけど、だいたい15分から20分ぐらいだったと思います。次からはですね、血液が混じった映像も流れますので、苦手な方いらっしゃいましたらご注意くださいますようお願いします。こちらがダーマペンを当て終わった直後の写真なんですけど、自分の血液から抽出した PRP の液剤自体の色っていうのがですね、黄色がかった黄褐色の色なので、この顔についているのはその液剤と針を刺したことによる出血した自分の血が混ざっている感じですね。ここまでは特に大きな痛みもなく安心していたんですけど、顔についているこの血混じりの液剤を拭き取った直後にですね、ヒリヒリ脈打つような激痛が走ってきました。その激痛が走っている間も看護師さんが丁寧にこれから貼るパックの説明とかですね続けているので、思わず看護師さんの言葉を遮ってすぐに保冷剤とともに鎮静の処理をお願いしてしまいました。看護師さんが切羽詰まっていないということは、直後に痛む人ってあまりいないのかなってことなんでしょうか。ここで痛みを感じるのは個人差なんでしょうかね。私は針を刺している時よりもここが一番辛かったです。施術当日の夜がなかなかヒリヒリして痛かったんです。
冷やすと痛みが収まるというか、皮膚の感覚が鈍くなるので、成長因子のパックをしたりもしてですね、寝るまでずっと保冷剤で冷やしていた感じでした。施術直後から12時間は入浴と化粧はしちゃいけないということになっています。翌日2日目以降からはヒリヒリや痛みなどは感じなくなりました。とにかく乾燥が激しいので、薬局で購入したヒルマイドとかですねをべったりつけて保湿をしました。ダウンタイムの赤みに関しては、深く刺したところは3日ほどで、そうでないところは2日ほどで消えます。施術した翌日1日は肌に負担をかけないためにも、化粧や日焼け止めをなるべく塗らずに家で安静できたらいいと思います。とにかくダーマペンをした直後っていうのは肌が傷ついた状態で紫外線を吸収しやすい状態になっています。なので施術後1週間は日焼け止めを入念に塗ったり、紫外線対策は万全に行いました。2日目からは化粧やコンシーラーで赤みの部分は隠れるくらいです。ただし4日目くらいからはですね、皮抜けが始まったりしてくるので、化粧の湯は5日目ぐらいまで悪いです。それ以降はツヤが出てきて一皮むけたような感覚です。そしてこちら左が施術前、右が施術してから1ヶ月後の肌の比較になります。写真では大きな変化はないように見えるんですけど、自分の感覚値ではクレーターの後の深さがほんのわずか浅くなったと感じましたし、肌がほんの少しきめ細かくなったなと思っています。はい、皆さんいかがだったでしょうか。本日はヴァンパイアフェイシャルの施術第1回目のレビューですね、内容や結果をお伝えしてきました。次回以降の動画でもヴァンパイアフェイシャル2回目以降ですね、そちらのレビューであったり施術内容、結果についてお話ししていきたいと思っています。もし気になるようでしたらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。また見てね。